ハイドロブレーディング。おはにゅうございます。フィギエモンです。今日から新しい企画、羽生結弦で気分を上げるおはにゅう朝ラジオを始めます。この企画を思いついたきっかけが、私が羽生選手を一番必要としているのって朝だなーって気づいたからなんですよね。朝ってめちゃめちゃ人間にとって大切な時間です。その朝を気持ちよく始められたら、その日一日気持ちよかったっていう経験があなたにも一度はあると思います。平日の朝は会社に行きたくないっていう人や、忙しくてなんだかイライラするなっていう人など、気分が良くない状態で過ごしている方が多いのではないでしょうか。だからそんな方のために何かできることはないかっていうのを考えました。羽生選手の素敵な前向きな言葉やフィギュアスケートの話など、とにかく朝気持ちよく過ごす手助けができる動画っていうコンセプトでおはにゅう朝ラジオシリーズを始めることにしました。動画の時間はちょっと短めになりますので、朝ね、サクッと聞いてみて、ウキッと気分を上げていただけたらなって思います。この企画は私が動画を見て、聞いて気分がアップする動画を作りたいっていうのが一番の理由なんですけどね。実は私結構自分の動画を見ているんですよ。自分の動画を YouTube で見るのは規約上問題があるので、元の動画をね、パソコンとかスマホに保存して再生して楽しんでます。そう、ちょっとね、羽生選手のようにナルシストな部分があるんですよね。自分の動画作品のナルシストっていうことなんですけどね。っていうことで、皆さんと私が気分良くなるおはにゅう朝ラジオをこれから週1本以上を平日にアップしていこうかなって思っています。動画もね、サクッと作れそうだったら動画をアップする頻度を上げていこうかななんて考えてます。よかったらフィギエモンと羽生選手と一緒に朝を楽しんでくださいね。また、おはにゅう朝ラジオの他にも今までのような一つのテーマに絞った企画動画は定期的にアップしていきますので、そちらは午後以降の配信とさせていただきますね。配信をリアルタイムに受け取りたいっていう方、フィギュアスケートが好きだっていう方、羽生選手と共に朝を爽やかに迎えたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。では、おはにゅう朝ラジオ記念すべき第1回目の今日は、先日長野のビッグハットで行われた2020年全日本選手権後のメダリスト会見での言葉です。この言葉は2015年 NHK 杯世界記録を出した長野の地で今回リスタートしたっていうことについて質問の答えです。へへへ。そうですよね。もちろんいいイメージがあるからこそ、それを壊してしまわないかっていう怖さみたいなものももちろんあったんですけど、ただやっぱここまでの競技人生長く続けてきて、本当にやっとなんとかですよ。やっとその技術的にとか技術レベルとかじゃなくて、何かテニスのフェデラーさんとか、もちろんスピードスケートの小平さんとかもそうですけど、その対人のスポーツでメンタルを使えてるっていうか、経験を使えてるのってすごいなって思って。ただフィギュアスケートって使いづらいなって正直思っていたんですよ。そのベテランになってもそれをうまく活かせないっていうか、でもやっとそれが活かせるようになってきたなっていうのが今回の試合でした。という羽生選手のコメントです。私がこの部分を今日選んだのは、羽生選手が自分の体を
メンタルを使うコツをつかんだっていう発言が心からね、良かったなーって思ったからなんですよね。羽生選手は4歳から26歳で22年フィギュアスケートをやっているっていうわけなんですけれども、かなり最近まで自分の力を試合でうまく出すことに苦労していたんだなっていうことがわかります。これってね、当たり前なんですよ。私は32年フィギュアスケートを観戦してますけれども、フィギュアスケートっていう競技そのものがその瞬間にね、力を出すのが一番難しいんじゃないかっていうぐらいキングや女王になりにくい競技なんですよね。ミスパーフェクトって言われたミシェル・クワンだって悲願のオリンピック金メダルは逃してますし、皇帝と呼ばれるエフゲニー・プルシェンコだって2連続の金メダルは叶いませんでした。そういうものなんですよね。だから羽生選手が特別できなかったっていうわけではなくて、逆にフィギュアスケートの男子シングルっていう競技にしてはかなりうまくやってきた羽生選手です。一番うまくやってるって言ってもいいくらいなんですよね。おそらくこの原因はジャンプだと思います。フィギュアスケートでジャンプをすべてパーフェクトに決めるのってほんとね、至難の技なんですよね。アイスダンスはこのジャンプがないから比較的安定した演技を披露しやすいんじゃないかって思います。フィギュアスケート4競技の中で一番転倒がね、少ないのがその証拠だと言えるのではないでしょうか。でね、その試合で力を出す能力を羽生選手はやっとだけど身につけたって言ってます。かなりね、明るい発言だって思いませんかね。これができるようになったっていうことは、私たちが羽生選手をもう少し現役で見ることができる可能性が広がったっていうことです。そしてただ羽生選手を試合で見るだけでなく、頂点の姿を見ることができる可能性がかなり高くなったっていう発言でもありますから、嬉しくてね、やる気が出てきます。私のやる気が出てもフィギュアスケートの朝練をするっていうわけじゃないんですけれども、強いて言うなら羽生練習っていうかねまあ皆さんに明るい話題を提供できることが私のやる気になっています。ちょっとね、深いところでお話しすると、世界中からキングって呼ばれている羽生選手がずっとできなくて、克服したくて、やっと自分の力を試合で出すコツがつかめたっていう発言です。この事実が私たちが取り組むとても難しく見えるけどできるようになりたい何かを続けて取り組んでいけば、ふとした瞬間に達成できちゃうかもしれないなって思ったんですよね。人間諦めたらそこで終わりです。羽生選手はもしかしたら諦めないからすごいっていうところもあるのかもしれませんよね。このことと関連したことを2014年1月ソチオリンピックへの出場を間近に控えた時のインタビューで答えてくれています。陸上や野球はすごく科学的にも証明されていることが多いのに対して、スケートはこれだけ人気になってもまだまだ解明されてない部分が多いように感じます。だからこそ自分で考えなきゃいけないし、それがゆえの面白さもある。スケーターとしての視点の幅を広げたいっていうのが大学進学を決めたきっかけです。こんな感じで羽生選手はフィギュアスケートを解明したいんですね。この発言が2014年っていうことですから、羽生選手のもともと持っているフィギュアスケートへの疑問なのかもしれません。その疑問が少し解明されてきたのが先日の全日本選手権だったのかもしれませんよね。人は疑問が湧くとその答えがどこからか必ずやってくると言われています。なんでこんなに忙しいんだろう。そんなことがあなたの頭によぎったとき、忙しい理由が必ず自分へとやってきます。朝だからこそ、なんで私の朝はこんなに素晴らしいんだろう。
こんなポジティブな疑問を自分に投げかけたとき、素晴らしい朝の理由が自分へとやってきます。これって素敵じゃないですか？そんなことを思いつつ、羽生選手の飽くなく追求心に心奪われながら、今日一日素敵な日にしていきましょう。では最後に、フィギエモンからあなたへプレゼント。素敵な羽生ボイスをお楽しみください。皆さんにとって素敵な一日になりますように。